以前の動画で紹介したイラストをジェミニで動かす手法なんですが、ある一手間をかけるだけで生成回数が約9倍に増えて、イラストを大きく動かしても破綻しにくい方法が見つかりました。これ知らないのは本当にもったいないです。今回はその手法について具体的に紹介していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。以前ジェミニで簡単アニメーションという動画を公開したんですけれども、そこからさらにパワーアップする方法が見つかったんで紹介していきたいと思います。前回の動画もね、ためになるところがあるんでよければ見てほしいんですけれども、そのパワーアップする手法というのがクロードに英語でプロンプトを書いてもらうっていう方法です。こういう風に言うと聞いたことあるよっていう人もいそうなんですけれども、もうね、これをやると動画の生成回数も爆裂に増えますし、動画のクオリティや精度、ミスも減るっていうところもあって、これ使わないのは本当にもったいないです。過去の私に教えてあげたいぐらい。それがどういうものなのかを紹介するのが今回の動画です。これができたら自分で描いたイラストをゴリゴリに動かして SNS に投稿してみるとか、イラストしか描けなかった人であれば一歩先に進んだクリエイターになれるとか、様々な可能性が広がると思います。今回も有益な内容となっていますんで、ぜひ最後までご覧ください。ここで一つお知らせです。私のイラストレーター実践講座が期間限定で 20% オフになる特別クーポンを配布しています。イラストレーターの基本をお得に学びたい方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、それでは簡単な動きからやっていきたいと思います。ここではジェミニの動画生成を使って動画を生成します。で、その動画を作成する時のプロンプトはクロードに英語で作成してみてもらいたいと思います。私クロードは無料版使っています。ジェミニとチャット GPT は有料版なんですけれども、クロードは無料でやってるんで割と真似しやすいかもしれません。たったこれだけでかなり違いが出ます。で、まずはいられで作成されているこちらのキャラクター動かしてみたいと思います。 Adobe ストックの素材を使わせてもらっています。かわいいですよね。まずは瞬きをしてもらって、この差し棒をちょっと上下に振ってもらって、あとは呼吸をするような簡単な動き、ほんの少しだけ動きをつけてみたいと思います。最初なんでね、このぐらいからいってみたいと思うんですが、こちらのイラストを書き出しまして、こんな感じの画像にしました。これをクロードに入れていきます。その前にこれからこのチャットルームで動画の撮影を行います。個人情報など映さないようにお願いいたします。私こんな感じで音声入力でプロンプト入力していきます。で、ここに画像をアップロードします。これからこのチャットルームにイラストなど画像ファイルをアップロードしていきます。アップロードした画像をジェミニで動画にして動きをつけていきたいと思います。プロンプトは英語で生成してください。まずはこのキャラクターの画像に瞬きと呼吸のような体の上下動、差し棒を持つ手の軽い上下運動、それぞれ控えめに行う動きということでプロンプトを考えてみてもらいたいと思います。プロンプトを英語で生成しっていうのがポイントです。で、こんな感じですぐにプロンプト出してきてくれました。で、じゃあ早速これをコピーして動かしてみたいと思います。プロンプトを貼り付けます。英語で書かれていて、詳しい動きはもうクロード任せって感じなんですけれども、そこは信じていきましょう。では生成。ちなみに使用上限、ジェミニプロには使用する上限の量というのが決まっているんですけれども、0% スタートでいきたいと思いますんで、どれぐらい使用するのか後で確認してみましょう。もうさっさと出来上がりましたね。はい、ではこちら動かしてみたいと思います。どんな風になるでしょう。はい、おー、いいですね。もう一回見てみましょう。
これよく聞くと呼吸音が入ってますね。ちょっと人間臭い呼吸音であれではあるんですけど、ちょっとどうかとは思いますが、でもアニメーションとしてはすごくいい感じに動いてますよね。すごくいい、大成功ということで、これは以前の動画でも成功していたんですけれども、こっからがポイントなんですよね。さっき言ってた使用量なんですけれども、なんと 2% しか減ってないんです。前回日本語で生成した時は1回で 30% 近く消費したんですが、 2% しか減らないんです。めっちゃすごくないですか。たくさん動画生成することができますね、これで。ということで私はもうこれで無敵になりましたので、どんどん生成していきたいと思います。精度が変わる。はい、続いては動画の精度まで上がるというところをご覧いただこうかと思うんですけれども、それには前回使用したこちらのモナリザを使ってやっていきたいと思います。で、比較する動画が MV 風のアニメーション、こちらでやっていきたいと思います。モナリザの微笑み、その答えは誰も知らないみたいな、一文字ずつこう文字が出ていって、その歌詞が表示されるみたいな、そういったアニメーションやってみたいと思うんですが、これ前回の動画でもやったんですよね。その時のアニメーションがこちらです。その答えは誰も知らない。ちょっと最後が惜しい感じになっちゃうんですよね。誰々も知らないみたいな、ちょっとおかしな感じになっちゃうのと、あとは何よりもモナリザの顔がディティールが変わってしまうっていうところ、そういった違いがありました。それがクロードを通すと改善されるはずなんですね。見ててください。なんて強気なことを言ってみたりして。3つ画像をアップロードします。前回使ったプロンプトをそのままクロードに英語翻訳、そして整えてみてもらいたいなというふうに思います。だーっと長く書かれていますけれども、要するにさっき説明した通り、歌詞が表示されるような動画になるようにしてくださいと書かれています。で、これでプロンプトを生成してもらいます。はい、では出来上がりました。かなりプロンプトを生成されるのも早いので、一手間かけている感覚はあまりないですね。こちらでいきたいと思います。で、ジェミニに貼り付けて、で画像も3つ貼り付けますと。で、生成していきたいと思います。生成。はい、出来上がりました。ではどうなったのか見ていきたいと思います。はい。その答えは誰も死なれもしない。ダメじゃんダメじゃん。誰ももう知らないになってる。ダメだ。この辺は割といいんだけどな。その答えはなんで演歌調な。そして誰も死なれもしない。もう一回クロードに相談したらどうにかなるかな。ちょっと一回できるかどうかだけ確認してみたいと思います。イメージとしてはだいたい出来上がっていました。ただやっぱり少し日本語がおかしいというか、日本語の表記がおかしい部分があったりして、これ修正できそうですか？プロンプト側で粘るのは限界ありということなので、ちょっと限界はありそうですね。事前の練習だともう少しうまくいったんですけれども、そちらちょっとご覧いただけますか？その答えは誰も知らない。こちらはこちらでおかしな文字はあるんですけれども、前回のものに比べるとミスの数は減っているって感じですね。で、モナリザもすごく同一性が保たれている。元がこれなので、キャラクターの同一性はかなり高いというか同じですね。良いと思います。ですし、使用量が今 6% ということで、まだまだ生成できそうなので、ちょっと粘ってみるみたいなのもありかもしれません。ミスは減るし、キャラクターは同一だし、生成回数は増えるし、ということで完璧ではなかったけれども精度は上がったっていう感じですね。とは言っても、この10秒のアニメーションを作るのに
まあ私だったらこれ30分ぐらいかかるかなっていうイメージあるんですけれども、それがですねほんの数分レベルで出来上がるので、完璧ではなかったけれどもやっぱりいいですよね。かなり早い。間違えても繰り返し生成できるので、結構現実的な運用ができるかもしれないっていう感じですね。大きな動きにチャレンジ。続いてもう少し大きな動きにチャレンジしてみたいと思います。で、使うのがこちらです。シルクハットのある走っている紳士のイラストです。これをそのまんま走ってみてもらいたいなと思います。先ほどよりもだいぶ大きな動きになるので結構難しいんじゃないかなと思います。前回モナリザを歩かせた時はかなりキャラクターが別人になってしまうっていうことが起こったんですけれども、その辺がどうなるのか見てほしいなというふうに思います。ではこの画像をアップロードして、このキャラクターがシンプルに走るだけの動画を生成したいです。背景はグリーンにしてグリーンバックとして使えるように緑色にしてください。その他余計なものはなくシンプルに走るだけの動画にしてください。結構言い間違えたりしましたけれども、こんな感じで多分伝わると思います。はい、ですぐプロンプトが出来上がりました。早いですね。黒巻きで背景削除することができますよということですね。で、じゃあこれをコピーしまして、でミニで生成してみたいと思います。はい、それでは生成。で、出来上がったのがこちらです。なんか背景緑じゃなさそうな気がするな、これ。一回再生してみましょう。はい、再生。できてる。できるんかい。でも、いいですね。この足音はジェミニが勝手につけてるやつです。もう一回いきます。いいですね。いいですね。めっちゃ走ってます。ただよく見ると右手がスパナーを持っているんですけれども、こっち来るとドライバーに変わってるみたいな、ちょっとなんか持ち物が怪しいところあるかもしれないです。そうだね。ちょっと持ち物怪しくなっちゃうんだけど、持ち物なかったらいいかもね。運悪くこの持ち物が悪さしちゃったんだけれども、普通になんかこの何も道具を持たずにですね、ただキャラクターを走らせるだけみたいなのだったらもっと精度良いというか、そのまま即使えるレベルではあるかなと思うんだけど、いいですね。あと言われなきゃ気づかないかもしれない。本当にいいですね。走る、これ便利。ちょっと今走らせてみましょうか。こんな感じで走らせることもできるということで、大きな動きも比較的うまくいきました。こんな感じでキャラクターの同一性はもうかなり保たれている。自分でやるよりクロードを1枚かませるだけでこれぐらい精度が高まるということですね。右側はスパナーになるし、左側はドライバーになるみたいな、ちょっと違うところはあるけれど、かなりいいクオリティで出来上がったんじゃないでしょうか。で、今の使用量なんですけれども、3つ動画を作成してまだ 8% ということで、前回と比較すると9分の1から10分の1程度、かなり現実的に使えるレベルになるかなというふうに思います。たくさん実験できるようになったんで、何がうまくいって何がうまくいかないのかが分かるようになってきました。最初に実験してちょっとうまくいかなかった例、こちらも共有しておきたいと思います。で、うまくいかなかった例がこちらです。私はこのイラストを使って軽くリズムを刻む程度の小さな動きを想定して動かしてみたいと思っていたんですけれども、これがね、動きは小さかったんだけれどもあまりうまくいきませんでした。実際にやってみたいと思うんですが、画像をアップロードして、この下のプロンプトはクロードに考えてもらったやつです。で、生成してみますけれども、はい、出来上がったようです。それでは再生してみたいと思います。
ね、なんかちょっと別人になっちゃうんですよ。動きは思ってる通りなんですけれども、途中からねやっぱ外国っぽい顔つきになってしまう。なんかちょっと別人になっちゃうんですよ。味のあるイラストではなくなってしまって、ちょっと残念だなーなんていうのがこういうイラストでした。でここから分かるのが、やはりこうフラットなイラストレーターで描いたようなベクター系のイラストだと、かなりいい精度でアニメーションさせることができるって感じですね。同じ音楽を聴いている方向で、例えばじゃあこちら試してみたいと思うんですけれども、今度こっちだとうまくいくはずです。こんな感じのイラストですね。イラストレーターで描いたような、実際イラストレーター使っているかはちょっと定かではないんですが、こんな風なフラットなイラストだとうまくいくはずなんですが、こちらでじゃあ女の子が少しリズムを刻むような形で体を動かして、レコードはそのまま回るみたいなアニメーション作成してみたいと思います。画像をアップロードして、でクロードに考えてもらったプロンプトを送信しますと。で動画の生成が始まりました。で出来上がった動画を確認してみたいと思います。いいですね。レコードも回ってるし、キャラクターの同一性もかなりいい感じに出来上がっている。全編使うというよりかは、なんか必要な部分だけ切り出すみたいな使い方の方が使いやすそうかなとは思いました。で今使用量2つ動画を生成して 7% 増えた。1つが 3% から 4% ぐらいってところでしょうかね。まだまだ作れます。もう3時間待たなくていいんです。ありがとうございます。早く知りたかったねこれは。ということで今回のまとめです。ジェミニーで動画を生成するときは、クロードで英語のプロンプトを考えてもらうと、次のようなメリットがありました。使用量が9分の1程度になる。ミスが減って精度がアップする。大きい動きでも同一性をキープしやすい。たくさん検証できるようになったことで分かったこととして、フラットなイラストとの相性がいい。以上が今回のまとめとなります。クロードを1枚かませることで劇的に精度は上がるんですけれども、一発で完璧な動画ができるというわけではありません。ただ生成できる回数も劇的に増えますので、何回か生成してみて使えるものだけを使うとか、うまくいっている箇所だけを使うとか、そういった現実的な方向性が見えてきました。なかなか夢の広がる内容だったと思うんですが、皆さん今回の内容いかがでしたでしょうか。ぜひコメントで感想を教えてください。で、特にイラストレーターで作るようなフラットなイラスト、ベクター系のイラストと相性はかなり良さそうです。説明用のイラストに動きをつけたりしたら SNS などでも使えそうなんじゃないかなというふうに感じました。でもイラストレーターってなんだか難しそうなんだよなって思う人は、私のイラストレーターの有料講座もおすすめです。2026年8月6日まで期間限定 20% オフとなっていますので、興味のある方は概要欄から確認してみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。